200億を飛ばした女。SNS で正社員テロ。西日本シティ銀行の女性社員が勤務中に顧客情報が書かれたホワイトボードを SNS にアップ。機密情報が流出しました。銀行は直ちに謝罪するも、時価総額は200億円下落。バイトテロを超えた正社員テロと話題です。漏洩。事態の詳細は2026年4月29日の投稿に遡ります。同行の職員が B リアルを使用し、支店内部を撮影しました。このアプリは通知から2分以内に投稿を求める仕様です。撮影された映像は、内側と外側のカメラで同時に記録されました。その背景に映り込んだのは、業務用のホワイトボードです。そこには顧客7名の氏名や、預金及び貸出金の目標値がありました。さらにデスク上の書類や、稼働中の PC 画面も映っていました。翌30日に銀行側は、投稿が自社の職員によるものだと認めました。対象の顧客に対しては、個別の謝罪と説明が行われています。この不適切投稿は、即座に X などの外部メディアで拡散。銀行のガバナンスを疑問視する声が、市場で急速に強まりました。結果として、時価総額が200億円減少する事態に発展しています。金融庁のガイドラインや、金融機関が定める基準において、職場へのスマートフォン持ち込みは、厳格な制限の対象です。今回の流出は、その管理体制の隙を突く形で発生した事実です。謝罪。西日本シティ銀行は2024年5月2日に謝罪文を公表しました。公式ホームページ上で不適切な撮影と投稿の事実を認めています。事案が起きたのは4月30日の深夜時間帯のことでしたからわずか2日後のことです。侵入行員が支店内で SNS の B リアルに画像を投稿したこと、その画像には顧客7名の氏名が記載された掲示物が映っていたこと、さらに銀行の業績目標という機密数値までもが映っていたこと、改めて全て認め、画像は第三者によって拡散された大なる迷惑をかけたと謝罪しました。対象となるお客様には個別に状況の説明と陳謝を言っており、現在は外部の専門家を交えた事後調査を急いで進めている段階とのことです。管理監督責任を痛感し組織全体の教育を根底から見直す方針で、信頼回復に向けてガバナンス体制を抜本的に強化すると約束しました。役職員一同が深く反省し情報管理の徹底を改めて指示しています。暴落。今回の不祥事を受けて市場は即座に拒絶反応を示しました。西日本フィナンシャルホールディングスの株価は急落しています。一時は前日比で 3% を超える大幅な下落を記録しました。これにより時価総額はおよそ200億円も吹き飛んだ計算です。わずか1枚の投稿がこれほどの損失を招く事態となりました。投資家からはガバナンス体制の欠如を不安視する声が上がっています。しかし市場の動きを冷静に分析すると意外な事実が見えてきます。実はこの日は銀行株全体に強い売り圧力がかかっていました。金利動向の影響でセクター全体が大きく値を下げていたのです。例えば、ライバルである福岡フィナンシャルグループの方が下落幅が大きかったほどです。不祥事が地合いの悪さに救われるという皮肉な結末でした。炎上。一連の騒動が表沙汰になると、あっという間に炎上しました。銀行員としての自覚がなさすぎるし解約も視野に入るレベル。憧れの業界だったけどこんなに脇が甘い人がいるのかと絶望した。通知が来たら投稿しなきゃいけないアプリの魔力マジで怖い。教育担当の上司のことを思うと胃に穴が開きそうで同情する。今の若手は講師の区別が脳内でバグってるんじゃないか。地方銀行の信頼をたった1枚の自撮りで壊すのはあまりにひどい。この銀行に預けている自分の資産が安全なのか本当に不安だ。撮影している時に誰一人として止める奴はいなかったのか。本人の将来も心配だけどデジタルタトゥーの恐ろしさを知った。結局ネットリテラシーの欠如が全てを物語っていると思う。用語や理解はほぼゼロ。むしろ日に日に勢いを増しています。税金、株価の急落や銀行側の財務状況については、経営面では大きな痛手ですが、預金者や顧客の個人の税金という観点では、直接的な影響はありません。一方で、銀行側の税務や投資家としての視点で見ると、いくつか興味深い論点があります。1、銀行側の税務への影響。銀行が切る200億円の時価総額減少そのものは、銀行の法人税を減らす要因にはなりません。時価総額と税金、株価が下がっても、それは市場の評価が下がっただけであり、銀行の利益が減ったわけではないため、法人税の計算には直接反映されません。損金経費参入の可能性、今後、再発防止策のためのシステム改修費、顧客への謝罪保証費用、あるいは当局からの罰金などが発生した場合、これらは原則として損金税務上の経費として扱われます。そのわけ、銀行が支払う法人税は少なくなります。2、株主投資家への税務上の影響。もし西日本シティ銀行西日本フィナンシャルホールディングスの株を保有している場合、以下の影響が考えられます。譲渡損失の利用。株価が下がった状態で売却すれば譲渡損失が確定します。これは他の利益配当金や他の株の利益と損益通算することで、個人が支払う所得税住民税を減らすことができます。配当への影響。業績悪化や信頼回復のためのコスト増により、将来的に減配配当金が減ることがあれば、受け取る配当に対する税金源泉徴収分も結果的に少なくなります。3、200億円ダウンの捉え方。時価総額が200億円吹き飛んだということは、市場がこの不祥事による信頼失墜のコストを、それだけ重く見ている証拠です。無形資産の毀損。
銀行にとって最も大切な信頼という目に見えない資産が失われたことへのペナルティです。監督官庁の動向、業務改善命令などが出れば、さらなる管理コスト増につながり、中長期的な収益性を圧迫する可能性があります。理論、今回の事案で、銀行側は不祥事対応のコスト増によって税務上の利益が圧縮される可能性はありますが、一般の顧客が納めるべき税金が増えたり、何らかの税制上の不利益を被ったりすることはありません。200億円の暴落というインパクトは大きいのですが、それが直ちに税金に影響することはないのです。これは以下の2つの理論的背景があります。資本等取引と損益取引の区分。法人の純資産には資本金などの資本取引と利益の蓄積があります。時価総額は市場における株主間の売買価格で決まる期待値です。これは銀行自身の資産を構成する現預金や備品とは無関係です。そのため市場価格が変動しても法人の会計上の利益は動きません。権利確定主義と実現主義。日本の税制は原則として権利が確定した収益と費用を計算します。株価の下落把握まで評価上の数値が動いたに過ぎません。銀行が自社株を売却して損失を確定させない限り費用にはなりません。実際に現金の流出がない含み損の状態では課税所得を減らせません。むしろ懸念すべきは、税金そのものよりも銀行としての事務リスク管理の甘さが露呈したことによる、融資判断やサービス提供への心理的な影響と言えるでしょう。いかがでしたか？今回の正社員テロについてご質問やご意見があれば、ぜひコメントしてください。